先生が隣に引っ越してきた。どうしても浮き足立ってしまう。いや、ダメだ。ほどほどの付き合いをするべきだ。お隣さんといえどそうそう関わり合いになることなんて。お、こんにちは。先生。こんにちは。何か自然な雑談を。秋人。なんでそっちに。ちょっと明美さん。ぐちゃぐちゃ。ひよちゃん、引っ越しのドタバタで大事な書類をなくしちゃったんだって。一緒に探してあげたいんだけど、病院から呼び出しがかかっちゃって。代わりに探してあげて。大丈夫です。一人で探せますので。遠慮しちゃった。お隣さんなんだし、困った時は助け合うものでしょ。はい。引っ越し直後とはいえ先生の自宅で二人きりって。ダメだ。今は探し物に集中しないと。探してるのは授業で使うプリントのメモなんですよね。はい。生徒一人一人の苦手に合わせた対策プリントを徹夜で作っていたのですが、寝入ってしまってそのまま引っ越し作業に。一人一人にって個別で、しかも徹夜。俺たちのためにそんなことまで。でもちゃんと出席番号で管理していて、個人情報とかは含んでませんので。確かにそこは大事だな。じゃあ探しましょうか。すみません。先生ってあんな下着を普段から。違います。お店でものすごくおすすめされて断れなくて。喜ばれますよ。弱々先生は押し売りにも弱々。だから決して日常的に着用しているわけでは。誰に見せるでもありませんし、でも高価でもったいないし、機能的にも問題はないので、休日とかだけ。語るに落ちていく。俺は別の箱を探してますね。はい、お願いします。お、ぬいぐるみ、その箱だったんですね。実家に置いてこようかとも思ったんですけど、やっぱり寂しくて。先生魚とか好きですよね。はい、大好きです。海の生き物っていろんな形がいて生態もユニークでとっても可愛いです。おまけに食べても美味しいですからね。可愛いのに食うんだ。これはタイの絵といって、タイの代表や口の中にいる寄生虫で。すみません、おしゃべりしちゃって。探さないとですね。上機嫌で可愛い。ないですね。実家に置いてきてしまったんでしょうか。大丈夫です。また今夜頑張って作り直しますから。また徹夜すんの。探しましょう。何時間でも付き合いますんで。お、これですか。それです。ありがとう。すごく頑張って作ったんです。今度ぜひお礼を。危なっ。すみません、私ったら。またご迷惑を。休日だから来てるんだ。確かに貧困法制のアビクラくんなら、あの子の心を開いてくれるかもしれません。貧困法制というわけで、先生と一緒に新学期から一度も登校していない、いわゆる不登校の生徒の家に行くことになった。先生は毎日こうやってノートの写しを持って行っているらしい。なんだこいつ。なんだお前。こっちのセリフだ。彼は学級委員のアビクラくんと言いまして。学級委員、そんなやつ連れてきていいなんて言ってないぞ。アホって。っていうかお前が不登校のどこぞの小学生かと。
お前じゃない、俺は雪下ゆきだ。なんで偉そうなんだよ。やめんか。アビクラくん、どうか怒らないであげてください。きっと寂しいだけなんです。愛情に飢えているのかも。でもこの男。離せこら、猫みたいな持ち方するな。きっとこれがこの子なりのコミュニケーション方法なんです。こうもみもみと。そんなわけないだろ。ダメだ、先生は優しすぎる。先生、ちょっと同級生として1対1で話していいですか？はい、それは。来い。頑張ってくださいね。何を？勝手に人ん家入ってんじゃねえよ。不法侵入だぞ。クソガキ。不法はどっちだ？女性に対してあんな。先生は優しいから我慢してくれてるけども、普通に犯罪だぞ。うるせえな。ただでさえ不登校児は繊細なんだぞ。これで俺が傷ついて余計に学校行けなくなったらどうする？繊細な奴が教師の胸揉むか、ボケ。せっかく日和村の頑張りのおかげでこの俺が少しずつ心を開きかけていたのに、最初はお化けかと思って怖かったけど、毎日来てくれるし、よくよく話してみたらすごいクソ雑魚で面白かった。それは事実だが、口が悪い。それにおっぱいがすごく大きい。エロエロすぎる。お前もどうせ日和村のおっぱい目当てなんだろ。一緒にすんな。ともかくお前だって大して仲良くもない奴にベタベタ触られたら嫌だろ。人にされて嫌なことはしない。分かったか？しょうがないだろ。俺いつも一人ぼっちでわかんないもん。人とどうやって接したらいいかなんて。ごめん。なんて言うと思ったか、バーカ。人にされて嫌なことはしないだ。されたことないからわかんねえし、バーカ死ね。こいつ。じゃあほら、こういうことだよ。嫌だろ。不快だ。なんかわずかに柔らかい。あいつに胸揉まれた。誤解です先生。雪下さんとのもみもみコミュニケーションが成立したのですね。それも違う。とにかく謝る。すみませんでした。俺は大変傷ついた。こんな失礼な奴がいる学校には余計行きたくなくなったな。そんな。すみませんでした。俺のせいで。いえ、私がちゃんと女の子だと伝えておくべきでした。私は決して無理して学校へ来てほしいわけではなくて、こうして毎日通うことで少しでも彼女の世界が広がればと思っていました。ただそれでもいつかは学校にと思っていたので、こんなことになってしまうとは。これじゃない。なんだお前、また来たのか。人の胸を揉むド変態に用はねえよ。帰れ。お前が言うな。ダメだ、冷静になれ。昨日のこと謝りたくて来たんだ。失礼なことして悪かった。すまん。ただ一つ思ったのが、胸揉んで喜んでるようじゃ浅いなーって。は？だってお前は放課後にちょっと日和村先生と話してるだけだろ。学校に来ればホームルームも授業もある。もっと魅力的な。はしょうもな。どいつもこいつもそうやって学校は楽しいよだのなんだの。もっと先生のエロエロな面が見られるかもしれないのになって。じゃあお前と日和村は学校でもっとすごいことをしているとでも？そうだ。マジで？食いついた。
ればどんなことが？それは言えない。エロすぎて。言えないほどすごい。俺が休んでる間に学校はエロエロの園に。羨ましいか。これも学校に行ってるからこそだ。学校も悪いもんじゃ。ひわむら、俺学校行く。そんなあっさり。そういうことなら言ってやってもいい。はあ、アビクラ君、あなたって人は一体。すみません先生。その代わり条件がある。最後に好きなだけおっぱいを揉ませてくれ。こいつ最後にする気とか絶対ないだろ。わかりました。先生。しかもなんかそう言われるかと思って下着も外してきました。二人の出会いを最悪なものにしてしまった責任は私にあります。雪下さんに許してもらうにはこれしかないんです。覚悟が強強。なんだそれ、師匠か？そうかも。まあでもよかった。これで先生の理解者が学校に増える。あんなやつだけど先生のことコアコアじゃないって見抜いてるし、悪いやつでは。ノブラすごい。今までの会食は偽物だったんだ。悪いやつでは。さすがにそれはダメです。何が？ようアビクラ。本当に来やがった。まあでもよく来たな。勉強とかわからないことあったら。勉強？何言ってんだ。俺は学校にエロエロなひわむらを見るために来たんだぞ。あれ本気だったのか。そして見ろ、今日から6月夏服ひわむらだ。早速得した。素晴らしい。それはわかる。雪下さん、来てくれて本当に嬉しいです。困ったことがあったら何でも言ってくださいね。先生に変なことするなよ。変なことするな。するに決まってんだろうが。学校ならではのラッキースケベを堪能するエロエロ学園生活を送るのだ。まずはド定番、曲がり角でぶつかってパフってなるやつ。ありがとうございます。出動。実行。すみません先生。俺が揉むよりなんかエロい。だったら次も定番、更衣室にうっかり入ってキャってなるやつ。おーっと手が滑った。と服を汚して、こんな服で授業はできない。この服貸してやるから着替えるんだ。ちょっと雪下さん。そして今渡した服はバニーガール。学校でバニーガールの生着替え。あいた。ギャル集団。こうなじられる。かわいい。はじめまして、私福林みずき。遊ぼう。ミージュ、潰れる。死んじゃうよ。死ぬとこだった。まああれも悪くはなかったけど。いない。もしかして怒ったのか。あ、雪下。お、次の教室そっちじゃないぞ。うるせえ、ほっとけ。いつもは家で二人きりで話せてたけど、今日は俺がコソコソやってるせいで全然一緒に入れてない。全然喋れてない。それに日は村怒らせて、こんなはずじゃなかったのに。やっぱ学校なんか来なきゃよかった。雪下さん。やっと見つけた。大丈夫ですか？すみません、私。岩村、
その格好。あの後雪下さんがいなくなっちゃって探してたらアビクラくんが雪下さんが元気なさそうだから言ってやってほしいって教えてくれて。アビクラが。ごめんなさい雪下さん、初日ですもんね。しんどかったですよね。ちゃんと気づいてあげなきゃいけなかったのに。ヒュアムラ、違うんだ、俺が全部悪いんだ。ぶつかったりシャツ汚したり。そんなのいいんですよ。生徒のために頑張るのが先生ですから。他にもしてほしいことがあったら何でも言ってくださいね。ヒュアムラ、じゃあもう一個着てほしい服ある？あの二人大丈夫かな。さすがにこの衣装は弱々場に校内出没。俺たちの担任の先生はあんなに一生懸命なのにコワコワだと思われている。ということで日和村先生のみんなの誤解を解こう会、通称弱々の会を発足します。それ私もちゃんと考えたいと思ってた。次何着てもらおう。頭痛がしてくるメンツ。そうだアビクラ、お前に言いたいことがあったんだ。また相手間違えてますよ。間違えてない。この前日和村に俺が元気ないって言ってくれて、ありか。妙に素直な。ユッキー、私ともくっつこうよ。だから痛いって言ってるだろ、むくぼやしのアもう仲良くなってる。さすがコミュ力強強ギャル。妙に素直になったのは向林がお灸を据えてくれたからか。おかしコミュニケーションが成立しとる。っていうかアビクラはなんでユキと仲いいわけ？あんた先生のみならずこんなちっちゃい子まで。いや雪下は同級生だし語弊のある言い方すんな。昔っからさ、こそこそ人間関係作って私には教えてくんない。一応幼馴染なのにアビクラの何なんだよ。話がそれたが日和村先生のみんなからの誤解を解きたいって話。みんな全然聞く耳持ってくれないよね。20騙されてるって。あのコワコワ先生がそんな親しみやすいわけないでしょ。つよつよギャルをもってしても覆らないコワコワ。そこでだ、俺たち2年生はもうすぐ林間学校がある。2泊3日、いつもより一緒に過ごす時間も長い。先生の優しさを知ってもらうにはこの機会しかない。なるほどね。で具体的にどうすんの？だからそれを今から3人で考えようと。あれ、皆さんお揃いで。先生、日和村。日和、何その格好。コスプレかわよ。もんでもいい、もんでもいい。林間学校の2日目、肝試しの脅かし役を頼まれたのです。よりにもよってキャスティングが的確すぎるだろう。脅かし役なんかやったら余計に怖がられる。ところで皆さんは何を？いきなりバレた。弱々幽霊が衝撃的すぎて隠し損ねた。皆さん、こんな私のためにすみません。気を使わせてしまって。いやそんな。でも大丈夫です。先生は自分のことは自分で解決しますので、皆さんは林間学校を思いっきり楽しむことを考えてくださいね。ひより。じゃあもっといろんなコスプレ試そう。その方がもっと楽しめる。なるほど。何それ超上がる。おい何やってる。話し合いは。わからんやつだな。可愛いお化けコスプレなら日和村の魅力も伝わるだろうが。確かに。血みどろナースとかキョンシーとか。
こんなの肝試しどころじゃない。こいつら遊んでるだけじゃないか。あとはミイラか。さすがにこれは露出がそれに動けてるぞ。危ない。ああは言われたけど、先生にはこの林間学校で絶対にみんなと打ち解けてほしいと思った。